はい、どうも、ゆうすけです。今、もう連続で撮ってるんですけど、今からは、運をおびき寄せる方法について話していきたいと思います。前回の動画では、人生は才能なのか、運なのか、どっちの方が成功する上で大事なのかっていうのを話しました。で、あるイグ・ノーベル賞を取った研究だと、運が大事っていうのが分かっちゃったんですけど、でも私はまだこの運の方が操作できるということで、皆さんに運を上げて、この成功するために必要な運を掴むための準備、そしてラッキーなイベントに出会う回数を増やす方法、そういうことを話したいと思います。私も特にこれを本当に実践したいなって思ってるし、特に若い人に聞いてほしいと思ってます。はい。まず前回最後に運に2つのタイプがあるって言いましたよね。操作できる運と操作できない運。医師の神経科医のジェームズ・オースティンによると、この操作できない運は1個しかないけど、操作できる運の中には3つあるって言ったんですね。3つある。で、結局合計で運は4つに分けられるよって話しました。このことをちょっと話したいと思います。まず、偶然の運。偶然の運。これは完全ランダムで宝くじとか、たまたま駅で席が空いたりとか、そういう感じで自分が操作できないもの。でも自分にとってラッキーなものとか。時にはラッキーじゃない自然災害とか、そういうのは偶然の運です。はい。で、次。ここからが操作できる運です。行動の運。まず行動の運です。動く人だけが出会える偶然。例えば、実習室に通ったら、隣の人にいい参考書を教えてもらったり、他にも地域イベントに行ったら、その人に時給が高くて楽なバイトを教えてもらったとか。これも行動の運ですね。で、気づきの運があります。次は気づきの運。観察力、知識がある人だけが拾えるものです。例えば、働いている時に、こんなのがあったらいいなと思って、自分でこういうのどうですかって提案して、でそれが社長に、いや、君よく観察しているねとか、それすごいねとか、よく〇〇やってくれたねとか、そういう感じで評価される。そういう自分が気づいた、日頃生活していて気づいてそれが評価された時に気づきの運っていう風に呼んでいます。これがきっかけで実際に昇進したりする可能性もあるかもしれないですし、で次、実力が呼ぶ運です。実力が呼ぶ運。例えば、専門性、評判が溜まると向こうから声がかかるんですね。例えば、大学のレポートが書くのが上手かったら、大学の教授から、ちょっとゼミの資料書いてよとか言われて、で、ゼミの資料書いてたら、次はちょっと私の研究手伝ってって言われたり、ちょっと今度学会に行こうとか、そんな感じでいろんな成長するきっかけをもらえてとか、こういうのは実力が呼ぶ運なんですよね。レポートをきれいに書いてたのが評価されたわけじゃないですか。なので、はい、こういう2から4、結局最終的には運なんですよ。教授が気づいたりとか、店長が評価したりとか、最後は結局運なんですけど、でも、この運に当たる確率は上げれるんですね。行動力を上げる。いろんなことに気づく。そして自分の実力を発信していくこと。こういうことによって運は広げれます。私のちょっと話なんですけど、私が最近運を掴んだなっていう経験があってですね。これは大学で講演会したことですね。私の動画を見てくれてる人は知ってると思うんですけど、九州の福岡にある大学の方で20歳ながら20歳の大学生に講義をしたんですね。結構人がいて緊張したんですけど、で、これは私のその日本語レッスンの生徒さんが韓国の IT 企業の社長さんだったんですね。で、この人が今度福岡の大学であるプログラムをする。だからその時に講演会で来てほしいっていうように誘われたんですね。で、本当にありがとうございます、メインコンテンツさん。本当に20歳なのに大学で講演するというすごいいい機会をもらえたんですけど、ただこれは私の発信する能力、YouTube とか喋る能力とかそういうのが評価されたり、日本語を教えるプラットフォームを作った行動、そういう行動の運とか、そういうののおかげだと思うんですね。で、最終的には、社長さんに見つけて招待していただいた運なんだけど、
運をつかむための準備はできていたんですね。福岡に来れるって言われて、そしたらもうすぐに、もうその時に、もうぜひ行かせてくださいって言ったので、まさに私はこの運をつかむ準備をしていました。どうですか皆さん。自分の力で運を手にした経験はないですか？少なからずちょっとはあると思います。それを皆さんに意図的に増やしてほしいんですね。でも、先ほど言ったように、偶然の運っていうのもあります。宝くじが当たったりしたらめっちゃ嬉しいですよね。でもこの偶然の運はもう操作できないので、そこは割り切りましょう。はい。で、次なんですけど、他の研究があって、大学の研究者のキャリアを大量データで分析した結果があるんですけど、で、これはヒットする、つまり当たる論文が評価されるとか、そういうタイミングはランダムになりやすいんですね。どういうことかっていうと、例えば、こういう有名な話があって、論文って、書いて学会に出したりすると思うんですけど、そのノーベル賞を取ったりとか、そういうのって、いっぱい書いて、年を取った方が、なんか取れそうじゃないですか。たくさん論文を出すと、知名度も上がって、どんどん洗練された論文を書いて、どんどん評価されそうなんですけど、実は関係ないんですよ。どんだけ論文を書いたじゃなくて、論文がいつ誰にたまたま見られたかなんですね。だから、当たるタイミングってランダムなんですよ。なんだけど、ここで言いたいのは、当たるタイミングがランダムだからこそ、ある程度の質、クオリティを保って、試す回数を増やしてほしいんですね。タイミングが読めないから試行回数を増やしてほしいと思います。簡単な話ですね。いっぱい宝くじを買えば、いつかは当たるかもしれないって感じじゃないですか。でもそんぐらい宝くじは当たらないくらい確率は低いんですけど、私の場合だと YouTube で一定の質の動画を上げようと思ってるんですね。でもいつバズるかわからないんですよ、正直。アルゴリズムが読めないので。でも、だからこそ試行回数、週3本投稿、これを意識してやっています。で、次です。これは面白い考え方なんですけど、運の表面積っていう考え方があるんですね。これは起業家のジェイソン・ロバーツの話なんですけど、運っていうのは情熱かける可視化だと言っているんですね。情熱は doing、可視化は telling で伝えていて、doing の方は作る、続ける。自分が得意なこと、好きなこと、語れるテーマで小さくても継続し続けること。で、telling の方は見せる、共有する、外に伝える回数です。そう言って接点を増やすことですね。例えば、私だと doing だったら、こういういろんなこと好きなんですね。好奇心が強いから、大学もいろんなことを学んでて、心理学とか言語学とか学んでるんですけど、それを今こうやって発信したりとかね、そういう感じでやっていくと、行動の運とか実力が呼ぶ運が増えるっていう感じです。皆さんだから自分が得意なこと、したいこと、将来こういう風になりたい、そのために今こうやってるとか、そういうのをどんどん発信していいと思います。そうすると運の表面積が大きくなって当たる確率が増えると思うんですね。私もこうやって今発信してるからこそ、生徒さんに、ゆうすけさんは信頼できますとか、話がわかりやすいですとか、なんかそうやっていろいろ言ってくれて、やっぱりこれは私が今まで発信した doing をテリングしたからかなと思っています。はい。で、次なんですけど、意外なところにチャンスはあるよっていう意味です。これは弱いつながりを増やそうっていう話です。まず、つながりっていうのは強さがあるんですね。例えば私とユーマだったらめっちゃ仲いいじゃないですか。これ親友だとつながりが強いんですよ。でも、実際の大きな人生を変えるチャンスとかっていうのは弱いつながりにあるっていうふうにスタンフォード大学のマーク・グラノベッターさんは話しています。なぜなら、例えばユーマと私って一緒に今仕事してるから同じ分野で働いてるじゃないですか。だから似てるんですよ。だけど結局ちょっと仲いいだけとかちょっと喋るだけの人って違う強いつながりがあるわけじゃないですか。もしかしたらそこにあなたが必要なものがあるかもしれないと思うんですね。だから弱いつながりを持っておくとそこが実は大きい将来のきっかけになるかもしれないんです。例えばで言うと、これは私が読んだメグ・ジェイさんの20代をどう生きるかっていう本に書いてあったんですけど、そこでいい具体例があって、転職したいってなって、で、映像関係に就きたいって話したんですね。
だけど、今まで映像関係と全く違うことをしてきた。でも映像関係に興味がある。で、たまたまなんか昔喋ったことある。でもめっちゃ仲いい。遊ぶほどの仲じゃない友達に連絡したんですね。その人がなぜなら映像関係で働いてるから。で、私こういうのに興味があるんだけど、どうかなって言ったら、その人が、私のところで働けるよってなって映像関係の仕事に就くことができたんですね。これがまさに先ほどの、まずテリングで発信して、で、この弱いつながりが大きいきっかけになったっていう話だと思います。なので、弱いつながりを大切にしてほしいんですね。例えば、友達に遊びに誘われた時に、友達とその友達の友達がいる時とか、皆さんどうしますか？ここでぜひ行ってほしいなって思います。ここでつながりを作ってほしいなって思います。別にめっちゃ仲良くなる必要はないんですね。ただ弱いつながりを持っておくことがあなたにとってそれがもしかしたら大きいチャンスになるかもしれないので。なので弱いつながりを大切にしてほしいなと思います。はい、結論なんですけど、運はコントロールができない要素を含みます。だけど当たりやすさ、そして当たった時に準備をしていたら自分のものにできるんですね。だから3つの運、行動の運、気づきの運、実力を呼ぶ運とか、この3つの運を大切にしてほしいと思います。そして、特に若い人ほど今後何かしらチャンスがあると思います。私も何かチャンスが今度来ると思ってます。その時に物にして何か自分の人生が豊かになるようになればいいかなと思います。はい。今回の動画はここまでです。面白いなと思った方はチャンネル登録とか高評価の方もよろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。じゃあね。